回の産業まとめ。政府系国民参加型のファンド。30% の損失を政府がカバー。市場から徹底批判。韓国政府が推し進めるニューディール政策への資金を民間から広く募集するニューディール基金を韓国政府は発表して波紋を呼んでいます。韓国政府はニューディール政策に5年間で170兆ウォン、約15兆円を投じるとしています。このうち20兆ウォン、約 1.8 兆円をこの政策ファンドという形で集めようということです。主な投資先はクリーンエネルギー、スマート物流、バッテリーなどになるとされています。このファンドの特徴は、政府が3兆ウォン、政策金融機関が4兆ウォンを出資し、残りの13兆ウォンを民間からの資金で賄うということです。大きな特徴としては、投資リスクが高いものについては政府資金がより多く投資され、短期またはローリスクの場合は民間資金比率が多くなるとしています。これは事実上損失が発生しても 35% を政府が元本保証すると解釈されていますが、後から遅れて基本的には 10% と訂正されています。この報道を受けて、投資損失が税金で補填される、金持ちの投資リスクを政府が負担するなどと批判が起きています。利回りについて、当初は年間 3% 台としていましたが、10年国債の 1.5% 台をやや上回るものになるとのことです。しかしこうした元本保証と利益率保証は資本主義法違反であり、市場原理に反している。税金で損失を穴埋めするこのファンドはポピュリズムファンドだという批判で溢れ返っています。編集書簡。今回の概要。偏った政府系ファンド。過去の変な政府系ファンド。こんなの売れるの？政府の財政が苦しい中で、赤字国債をこれ以上発行するのを避けたいということもあってか、分野を限定したファンドで民間投資を集めようという考えのようです。用途限定国債とそれほど変わらないように思えますが、それよりリスクもリターンもやや高いということです。政府に直接貸し付けるという形ではなく、官民共同出資という形にして政府の直接的な負債の増加を抑えたということでしょうね。とは言いながらも、形式上は安全運用というのを謳いたかったために、元本保証のようなことになってしまったようですね。そうでもしなければ資金が集まらないと考えたのでしょう。投資家の損失を政府が保証する不公平な金持ちのための制度だという声もありますが、これは的外れだと思いますね。ならば少額でも投資すればいい。1万円くらいから投資できるでしょう。制度的な問題もあって様々な批判がありますが、お金の集め方としては一つの方法だと思います。お金もそこそこ集まるでしょう。基本的には民間金融機関と、ニューディールという単語に触発された個人、元本保証に安心した人だけだと思いますね。こうしたファンドといえば、1年ほど前に日本の輸出制限に対抗するために作られた必勝コリアファンドを思い出します。これは官製ファンドではなく、民間投資企業が作ったいわゆる愛国ファンドです。しかしながら金融業界のトップ、政治家、大統領を含む政府閣僚が相次いで加入を表明するなどして、非常に強い政治色を帯びたものになりました。政府が一企業の投資信託に異常なまでに肩入れする事態となって、事実上政府が愛国マーケティングをする官製ファンドとまで言われましたね。この反日愛国ファンドはサムスン、ハイニックス、LG 化学と業績が好調な大企業が大半を占めていて、今のところは基準価格が開始時の 50% 超。大成功しているわけですね。お偉いさんたちも儲かっているということでしょう。批判して買わなかった人は得しなかったということになっています。中身は別に素材系の小さな企業に投資されたかどうかは調べていないのでわかりませんが、ネーミングと政府支援で成功したという商品ですね。政府系ファンドではイ・ミョンバク政権時のグリーンファンド、パククネ政権時の統一ファンド、青年希望ファンドはどれも出だしから不調。そして政権終了とともに下火になったようです。もっともパククネ政権のファンドは弾劾で終了してしまったようですけどね。最近の右派政権ではうまくいっていない政府系ファンドですが、ニューディールファンドも同じ道を歩むかどうかはわかりません。どうやらこうした政府系ファンドは証券会社だけではなくて、銀行でも販売されることとなるようですね。窓口は広い方がいいからと。そうなると明確な販売ノルマはなくても、懸命な広報と販促活動が求められるわけで、人気がなければ従業員の重荷になるでしょうね。きっと上から言われるんですよ。そちらの銀行では販売実績が今一つですねとか。やはり一番のマーケティングは、政治家や閣僚たちが買いまくることじゃないですか。
彼らが一人100万円ずつでも買えば、いい宣伝になると思いますけどね。やっぱりなんていうのかな。国を支えるというより政権を支える意味合いの方が強いように感じますね。個人的には、元本保証も曖昧だから、本当に再生エネルギーや ITC などに投資したければ別の商品にしてもいいんじゃない？これって損しないんですよね。買ったらいいんじゃないですか？日本で同じようなのあったら買う？買わないかな。だって怖いもん。まあ、日本人はあまり投資には積極的ではないよね。損したら嫌じゃないですか。今はこんな状況になって、ますます安全資産に目が行くようになってるのかもね。私はただのビビリなんで。でもこういう政府が保証するような安全安心みたいなのはどう？ほら、例えば国債とか。あんなに長く預けてちょっとしか増えないんですよね。やめときます。国を支援しようとかいう気はないの？ないですね。特に。まあ、とりあえずは巨額のタンス預金をしてないならいいけど。韓国の場合はいろいろと政府系ファンドをやってみたものの、あまりうまくいってないようですね。こういうのってうまくいくの？うまくいくの基準をお金を集めることだとすると、どうなんだろうね。アイディアはいいと思う。ただ、それでも所詮一般国民にはあまり売れないと思うんだけど。儲からないから？パッとしないからじゃないかな。それでも宣伝効果は他の商品よりも断然あると思うけど。1兆円くらいになるの？集まりますかね？アイディアは良くても厳しいのかな。今までの政府系ファンドと同じようになるかもしれないですね。どうしてこんなことするの？国民のお金をかき集めて特定分野に流し込みたいんですよ。国家財政も苦しいので、国民に頼りたいということでしょう。コロナと関係ある？そんなにはないかな。ただコロナで経済が落ち込んで、そこから立ち直る成長動力としてって感じですね。それだったらコロナで苦しんでいる企業のためにって言った方が集まるんじゃない？集まるかもしれないけど、収益が確保できるかどうか不透明ですね。じゃあ今回のも結局大企業ばかりに行くっていうことですかね？ファンドなので利益を出すためにそうなるでしょうね。ハイリスクハイリターンなところにも投資するとは言っていますけど。じゃあ普通のああいう投資と同じ？似てますね。ただ、政府がある程度保証するのが魅力。よくわかんないわ。やっぱりいらないです。どっちにしろ白雪さんは投資できないけどね。確実に儲かっても外国企業には投資しないです。そうなの？確実に2倍になるとしても？わかんない。っていうかそれって詐欺っぽいですけど。そうですね。そういえばこの前白雪さんの家に行きました。先週だっけ？あれ、週末だったっけ？お休み取った日だったかも。まあいいや。ともかく、ご飯ごちそうになりました。ありがとう。どういたしまして。料理うまくなったね。そう？やっぱり？そう思う。いろいろ美味しかった。へへ、褒められると嬉しいね。アイスも一緒に食べたね。その話はしなくていい。今日の本題はそこじゃないんですよ。何か私まずいことしてましたっけ？何かテレビ一緒に見たよね。あれネットフリックスだったのかな？ちょっとどれか覚えてないんですけど。白雪さん、テレビに向かってものすごい罵詈雑言を吐いてました。そう？すごかったよ。ここの人たちが引くくらい。そうだっけ？どんなこと言ってた？何かちょっと思い出せないけど、ドラマの登場人物に罵声を浴びせてた。本当に？全く記憶にないけど。あれ？きっと私がいたから言ってたんだよね。一人じゃ言ってないよね。わかんない。どんなこと言ってたの？覚えてるのは役者に対して、下手くそ、セリフ棒読み、とかなんとか言ってた。それは多分演技が下手くそだったんだと思う。ちょっと記憶がないんだけど、私もその役者に文句言ったかも。ゆるりんも結構何か言ってた気がする。本当？やっぱり。二人でテレビ見てるときはテレビに話しかけるようになるのかな？一人の時は黙って見てる？私は黙って見てるね。白雪さんは？私も黙って見てると思うけど。二人以上でテレビを見ると何か言いたくなるのかな？私たち。私本当に何か言ってた？ゆるりんが言ってるのしか記憶にないんだけど。言ってたよ。ぎょっとしたもん。へえ、きっと聞いてくれる人がいるからつい思っていることが口から出ちゃったのかも。ひょっとしたら恐ろしい側面が現れたのかもね。ちょっと怖いね。好きな人と一緒にいて恐ろしいこと言い出したことを想像したら。
白雪さんのは特にすごかったよ。本当に引くくらい。ちょっと今度録音しとこうかな。